皆さんこんにちは。ヒーローデザイン研究所へようこそ。私は赤いヒーローです。ゴジラさんより随分下の後輩ですが、ウルトラマンよりかはわずかに先輩です。このチャンネルでは昭和のヒーローを中心にそのヒーローのデザイン図を描き、同時にそれにまつわる解説をしていきます。できるだけたくさんのヒーローを描いていきますから楽しみにしていてください。最終的な野望は夢のヒーロー大図鑑を完成させることです。さて、今日描いていくヒーローはこちら。さあ、まずはプロポーションから描いていきます。その前に、このチャンネルではできるだけ作品の放映当初のイメージを重視していこうと思っています。なので、このウルトラマンも放送当時スーツアクターを務めた古谷敏さんの体型を意識して描いていきます。古谷敏さんはもともと東宝の役者さんでしたが、ゴジラを介して東宝とゆかりが深かった円谷特技プロダクションで顔の出ない仕事をすることになったそうです。そこで古谷さんはウルトラマンの前身番組ウルトラ Q でラゴンやケムール人のスーツアクターを務めました。身長180センチ以上、八頭身という恵まれた古谷さんの体格に惚れ込んだウルトラ Q の怪獣デザイナー、彫刻家の成田徹さんは続くウルトラマンのヒーローデザインを担当する際、古谷さんがスーツを着る前提でそのデザインを行いました。ちょっと横にそれますが、皆さんが知るウルトラマンの姿に至るまで成田徹さんはさまざまなヒーローのデザイン性を模索しました。いやー、どれも個性的なものばかりですよね。新しいものが生まれるには紆余曲折がつきものですよね。赤井としては今のデザインに落ち着いてくれてよかったなと思います。さて、顔を描いていきましょう。初代ウルトラマンにはそれぞれ造形の異なる A、B、C という3つのタイプのマスクが存在することを知っている人は多いと思います。初版の事情があってそうなってしまったわけですが、それはまた別の動画で扱うことにして、今回はラバーラテックスで制作された A タイプのマスクを描いていきます。その前になぜ A タイプのマスクはラバーラテックスで作られたのでしょうか。それは当初ウルトラマンは口を動かして話すという演出が考えられていたからです。スーツアクターの古谷さんの口の動きに連動してウルトラマンの口も開け閉めする。そして極めつけは口から発射される液状の攻撃技シルバーヨード。しかしこの開閉ギミックは思った絵が取れず断念することになります。赤井としては良かったような残念なような、もし採用されていたならシルバーヨードはどんなビジュアルになったのか興味はありますよね。口の開閉ギミックを諦めた後に残ったものはボコボコの顔肌と口の開口に奮闘した結果できてしまった口元の不自然なシワ。赤井はこの何にも代え難いこのラバーでできた A タイプマスクが好きです。より生物的で宇宙人っぽいですから。向かって左の口の上にはヒゲのようなシワ、向かって右の頬には深めのエクボがあるものです。ところで皆さんはウルトラマンの表情を見て気づくことはないでしょうか。そう、彼はちょっと笑っているんです。成田さん曰く弥勒菩薩やギリシャ彫刻に見られる微笑アルカイックスマイルを取り入れたそうなんです。強者であるがゆえの不敵な笑みを表現したかったのでしょうか。このアルカイックスマイルが結実するには C タイプのマスクの登場まで待たなくてはなりません。それはまた別の機会に。ウルトラマンの目の覗き穴の話、もちろん本当はデザイン的にはいらない要素なんだけれども、どうしても前を見るためには必要ですよね。事実デザイナーの成田さんとしては開けたくはなかった。だから本編撮影直前の土壇場まで成田さんは覗き穴をつけなかった。覗き穴がつけられる前のものは番組宣伝のための撮影会のスチールに残っていたり、本編中でも怪獣と絡まないショットでは使われた経緯はあります。ウルトラマンの目はゆで卵のようなつるんとした表面ではありません。実際にはダイヤモンドカットのような多面体になっています。成田さんとしては視界確保のためにこの目のパーツの透明度を高くしてもダイヤモンドカットの表面が乱反射を生み
外から見てスーツアクターの目が見えないという算段だったようなんですが、実際には視界は不良で立ち回りはおろか歩行も困難だったそうです。世間への初お披露目になる第1回の撮影会の最中、街道人に手を引かれ歩くウルトラマンの姿を見た成田さんは、休憩中の楽屋でドリルによる覗き穴の開口を断行しました。苦渋の選択です。成田さんが泣く泣く開けた覗き穴ですが、赤井はこれもまた結果的にウルトラマンのアイデンティティを高めた大事な要素になったと思います。次はボディについて。初代ウルトラマンはマスクを見ても分かる通り、試行錯誤の連続でした。それはボディスーツも同じこと。とにかく生命感というか、人が服を着ているみたいな見かけにはしたくなかったようです。なのでメインボディは体にフィットするウェットスーツを採用。手も手術用の薄いゴム手袋。足は直旅の表面にラバーを張り込み、足裏も平らなソールを増し張りしました。必要に応じて手首や足首にはウェットスーツとの境を隠すためにテーピングをするなど、とにかく初代ウルトラマンでは服を着ている感を払拭する試みが随所に施されました。ただ撮影を重ねるたび、それらは失敗と改善を繰り返し、だんだんと淘汰されていったようです。そうそう、スーツでもう一つ重要な話。採用されたウェットスーツは背面にファスナーがあるものでした。さらにウルトラマンの場合は頭頂部から首元を経て腰までつながったものとなりました。これもまたデザインとしては亡き者にしたい要素でした。このファスナーをどう隠すのか。結果取った解決方法は、マスクのトサカの延長として背びれのようなゴム板のパーツを2枚作り、その谷間にファスナーを隠しました。つまりはウルトラマンをそういう形態のクリーチャーであると定義したんですね。このファスナー隠しの秘密は案外放送当初でもちびっこの豆知識として有名なものでした。ウルトラマンの体の模様の話。先ほど物理的なスーツ造形としては人が服を着ている感を払拭するという話をしましたが、成田さんが目指したデザイン的な概念としては、服を着ているか肌なのかわからないような見かけにしたかったのだとか。ややこしい話ですよね。なので体の模様は服の模様のようでもあり、肌に刻印されたボディグラフィックのようでもあり、はたまた銀色が肌で赤い部分が服なのかと見る人の判断に任せるということで、はっきりとした答えはありません。ただ成田さんが言及していることとしては、模様のヒントは火星の表面であるとのこと。確かに似ていますよね。さあいよいよ色を塗っていきますよ。ここからはちょっとスピードアップ。ウルトラマンのメインカラーは銀色。これはもちろん宇宙から飛来したものを象徴する意味で選択された色でした。そして体の模様も当初は赤ではなく、より宇宙空間を感じる青が想定されていました。ただ青空を背に背負った絵が頻繁に登場するであろうウルトラマンでしたから、映像的に赤の方が映えるのは当然。そして何しろ白黒だったウルトラ Q に次ぐカラー放映でしたからね。最終的に赤となったのは際立った絵作りを求めた結果でした。ウルトラマンのスーツは後の B タイプ C タイプ含めていくつも作られましたが、試作の段階では黒い国内産のウェットスーツに赤と銀で模様を塗り分けたようです。ただそれは長くは使われなかったようで、次に試されたものは銀色で塗ったスーツと赤い市販のスーツを模様の形で裁断して再度つなぎ合わせたということ。ただこれも撮影中の破損も多く、すぐにお役御免になったのだとか。最終的には赤い市販のスーツに銀色の方を塗って模様を表現したのだということ。つまりはウルトラマンの赤は市販品のスーツの赤だったわけですね。昨今ウルトラマンの赤はシンクとなっていますが、放送当初のイメージは少しオレンジがかった朱色が正しかったわけです。もちろん今回は朱色で仕上げますよ。さあこれに触れないわけにはいかないカラータイマーの話。目の覗き穴よりも背中のファスナーよりもデザイナー成田さんとしては許容しがたかったのは、後から決まったウルトラマンの活動制限をビジュアルで表現するカラータイマーの導入の件。ウルトラマンがただ強いだけだとつまらない。弱点を設けよう。ウルトラマンが出ずっぱりになると特撮シーンが増えて予算がいくつあっても足りない。などの作劇上の理由から
このカラータイマーの導入が決定してしまいます。つけるのならちびっこにも分かりやすい場所にとなり、胸のセンターにドカンとついてしまいます。もともと肌なのか服なのか分からないようにデザインしたボディですが、カラータイマーがつくことでさらに設定が読みにくくなりました。成田さんは発光・点滅するカラータイマーがつくことで、生命感よりもロボットっぽさが助長されるようで、かなりの抵抗があったようです。ただ、赤い模様に対し差し色となった青く灯ったカラータイマーは、今ではウルトラマンにとってなくてはならないファクターになってしまったと赤井は思っています。成田さん、申し訳ございません。カラータイマーも目もウルトラマンが活動中は常時発光していました。もちろん豆電球による発光だったわけで、その電源である電池ボックスは脇腹に隠されていました。点灯スイッチはマスクタイプによって少しの違いはありますが、耳の中やその周辺につけられていました。さあ、もうすぐ完成です。もう少しだけ書き込んでいきます。1966年7月17日、一人の銀色の巨人が地球に降り立ちました。その名はウルトラマン。以来、彼とその仲間たちは何度も地球を訪れ、危機を救ってくれました。それは昭和・平成を経た令和の今もなお続いています。そしてこの先も。はい、最後まで視聴いただきありがとうございました。このチャンネルではメジャーなものからマイナーなものまでよりたくさんのヒーローデザイン図を描いていきたいと思っています。次は何を描こうかな。よかったらまた来てくださいね。それではまた。